見合いをしたんですよ。今日は私のデートの日なんです、実は。もうメイクね、ちょっと仕上げちゃったんですけど、デートに行く前に、ちょっとみんなに報告したいなと思って研究動画を回しているんですけど、私ピカチュウの男性とお見合いをしたっていう動画をだいぶ前に出したのかな、去年の11月ぐらいに出したことがあるんですね。続き気になるみたいな言ってくださった方が多かったので、今回はピカチュウの男性についてお話をしたいなと思います。話すとちょっと長くなっちゃうので、前回の動画を挟みながらちょっとみんなにお話ししようかなと思うんですけど、まず去年私お見合いをしたんですね。で、なんであゆみちゃんお見合いをする必要があるのって思う方もいると思うんだけれども、私ね、本当に仕事が忙しくて、で、全然出会いがないんですね。本当に。ただ単純に私が遊んでないっていうのもあると思うんだけど、時間があると、だったらちょっと仮眠しようかなとか、だったらちょっと資料探ししようかなとか思っちゃって、遊びに行こうって思わないっていうか、で、遊びに行ったとしても、人がいないとこに行くんです、私。それはやっぱり癒されたいからとか、落ち着きたいからとかだから、あえて人がいないとこに行くんですね。そうするともう出会いも何もないんじゃない？だから本当に出会いがなくって、私もシングル長いんですね。何年とはあえてここでは言わないんですけれども、本当にシングルが長くって、親もね、さすがにちょっとやばいだろうみたいな感じになり始めて、ちょこちょこ親同士で紹介し合ったりとか、紹介してくるんです、私のお母さんが。で、ピカチュウの方がその私のお母さん経由で知り合った方なんですけど、VTR どうぞ。初対面でピカチュウのジャケット着てくる男性、あり？なし？この前ね、お母さんに連れられてお見合いっぽいご飯会に行ったの。なんか正式なお見合いっていうより、お母さんと友達、相手側も家族っぽい方といらっしゃってて、みんなでちょっと高級なところでご飯を食べようっていう感じだったの。で、正直ね、お母さんが連れてくるタイプの男性って大体想像つくじゃん。せっかくだからご飯を楽しもうっていうテンションで行ったの。後からその男性が来て、はじめましてって挨拶した時の第一印象は、すごく真面目そうで優しそうな感じの方だったのね。話してみたらアニメとか漫画が好きらしくて、ああ、そういうタイプの人かって思ってたの。私の仕事にも興味を持ってくれて、アンチとかいないのとかいろいろ質問してくれて、話は結構盛り上がったの。で、問題はここから。ご飯終わってみんなアウター着るじゃん。私も自分のコート着てたんだけど、その男性がね、ピカチュウのジャケットを着始めたの。え？待って。アニメ好きなのは聞いてたけど、初対面で高級レストランでピカチュウ。いや、ピカチュウをバカにするつもりは全くないし、友達だったら全然ありなの。ただ、初対面でご両親たちのいる前で、フォーマルなレストランで、しかもそのジャケットがね、ここにちょっとピカチュウとかじゃなくって、スカジャンみたいなデザインだったんだけど、ここからもうピカチュウ、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 ピカチュウみたいな。で、背中も大きなピカチュウが戦闘態勢してるポーズでいるわけよ。ちょっと待ってよ、もうピカチュウ多すぎじゃないですかみたいな。もう、小から大までいるじゃん。どうなのこれ。もうそれで頭の中でもうピカチュウっていうもうツッコミがもう永遠のループで流れてたのね。もちろん性格が良ければ服装なんてどうでもいいっていうのはわかるよ。でもお食事中の好印象が全部最後のピカチュウで持ってかれちゃったの。みんなはどう思う？初対面でピカチュウのジャケットを着てくる男性、みんな恋愛対象に入る？入らない？コメント欄で教えて。最近お気に入りのリップ。イェイっていう感じの最初お見合いをしたんですね。別にね、服装が大事なわけじゃないんですけど、やっぱピカチュウのジャケットを着てきたことによって私の中では
なんか男性として見れないというか、まあもちろん恋愛対象には入らなかったんです最初で、それからもう半年ぐらい経つのかな。でいろいろこの半年間ちょこちょこ新しい出会いもあってこう考えてたんですけど、なんかピカチュウの男性悪くないかもって思ったんですね、自分の中で。でまた機会があってお会いすることになったんですよ。次の動画。みんな、私お見合い相手とまた会うことになったの。だいぶ前にお見合いしたよっていう動画を上げたと思うんだけど、お母さん同士の立ち会いのもとお見合いしたんだけど、その時にね、結構高級なレストランだったんだけど、そのお見合い相手がピカチュウのジャケットを着てきたのね。その彼なの。あれから実は連絡を取ってなかったのね。後々お母さんから聞いたら、相手はちょっと私に興味があったんだって。だけど、私のその態度が冷たかったから、冷たくした覚えはないんだけどね。冷たかったから、俺に興味がないのかなと思って、なんか連絡しにくかったんだって。でも、その親伝いで、あゆみちゃんのことを結構好きみたいな感じだったらしくて、私もさ、ちょっとピカチュウはどうかなと思ってたんだけど、もうなんかよくよく考えたら、なんかもう彼も悪くないかもみたいな思えてきて、でね、その彼が今月末会わないかって連絡が来たの昨日。なんで連絡が来たかっていうと、お母さんに彼のこと興味あるのないのって昨日聞かれて、なんか彼が誘いたいらしいから、もし興味があるんだったら彼に言うから、あなたはどっちなのみたいな。気があるのないのみたいな言われて、カフェするぐらいだったら全然 OK だし、もうちょっとさ、会わないとさ、交際できるかできないかもわからないじゃない？だからもうちょっとこう、親抜きで二人で会いたいなっていう風にお母さんに伝えたのね。そしたら、分かったって言って。そしたらさ、今日朝起きたらなんかメール来てて、来週か再来週あたりによかったらカフェでも行きませんかって言って連絡が来てたの。きゃー、私にもついに春が遅い、もう夏だよ。もうどうしよう。またピカチュウのジャケット着てきたら。別に高級レストランじゃなければ全然いいんだけどさ、ピカチュウのジャケット。カフェだったら私もピカチュウの T シャツ着ていこうかな。シャネル84番。最近お気に入りのリップ。イエイっていう感じで、今日、ピカチュウの方と会います。今メイクが終わって、あと髪型だけなんですけど、ちょっともう遅刻しそうだから、もう髪の毛ボサボサで行こうと思います。大丈夫そうみたいな。髪の毛ボサボサで行くのって感じでしょありのままの姿見せるのよっていう感じで、ありの姿を見せに行きます。あとやっぱね、恋愛に対してここまでアクティブに行動するのもすごく自分の中ではありえないことなのね。なんでかっていうと、今までって普通に遊んでたりとか普通に過ごしてた出会いもいっぱいあったし、その出会いの中で普通に恋愛につながっていったことがあまりにも多かったから、今回お見合いとかさ、なんかそういう、形で出会って、そういう流れで2回目またお会いするっていうのって結構、お互いに結婚願望があるからそうするんだと思うんだけれども、なんかこれってある意味婚活って言うと思うのね、多分多分ね。なんか自分がこう婚活してるって本当になんか想像つかないっていうか、でももう気づいたらそういう活動をしてるし、そういう活動をしなきゃいけない年になったのかなって思ってて、別に婚活に対しては、嫌なイメージは全然ないんだけど、なんかそれをしてる自分がちょっとびっくりっていう感じは少しあるかも。なんかそういう婚活をしないと出会えない年になってきたのかなみたいな。もちろんみんなは私の年を知らないし、あゆみちゃんって思ってる方いっぱいいると思うんだけど、でも今日はとりあえず新しい友達を作るっていう感覚で
お会いしてこようかなと思います。その男女を意識しすぎるんじゃなくて、友達として素敵な出会いっていう感覚で、そうお会いしてこようかなと思います。時々。皆さんおはようございます。変な画角から失礼いたします。ショート動画でもお話をしてた噂のピカチュウの方なんですけど、本当にちょっと緊張するんですよね。あっちが何人で来るかっていうね。どうしよう、なんかもう大家族で来られたらどうしようみたいな。私こっち一人みたいな、いろんなことを妄想して今歩いてるんですけど、ピカチュウのジャケットと T シャツとパンツで来るのかなとか、すごくね、服装もちょっと気になるっていう感じなんですけど、まあ今日は普通に軽くカフェみたいな感じだから、ピカチュウでもドラえもんでもサザエさんでも呪術廻戦でも何でもいいんですけど、今日はということで、今から会いに行ってきます。行ってきます。イエイ。やっほー、帰ってきたよ。ピカチュウの男性と会ってきました。だいたいね、3時間ぐらいかな、会ったのは。感想普通に楽しかった。なんか前回は、お互いね、親同士もいて、初めましてだったんですけど、今回はね、なんか、ご家族連れてくるかなと思ってちょっと緊張してたんだけど、本当に一人で来て、で、普通にもうなんかね、朝早かったっていうのもあって、なんかルノアールみたいなさ、ああいうちょっと昭和のカフェに行って、お話をしたんだけど、朝ごはんみたいなの食べて。なんかね、1回目に会った時より、今回の方が良かった印象。恋かしら？これは恋ですか？みたいな。これは言い過ぎだけど。ちょっと今コーヒーを2杯目飲みます。で、なんかね、普通にちゃんとなんか手土産まで持ってきてくださって、そこもすごく優しいなと思ったの。手土産をね、見せようかなと一瞬思ったんだけど、そうするとちょっとバレちゃうから、ちょっと手土産は見せられないんですけど、普通にこう、スキンケアとか、なんか、ちょっとしたお菓子とか、なんかそういうのをね、くれて、なんか優しいなと思った。すごく。前回初めましての時もね、スキンケアをくれたんですよ。なんか、そう、だからその時もね、普通に優しいなと思ったんだけど、今回もなんか持ってきてくれて、で、前回はやっぱ親もいたから、深い話ができなかったのね。どういう恋愛をしてきたのとかさ、なんか仕事はどういうことをしてるのとか、いつもどういう遊びをしているのとか、あと元カノについてとかもね、今日お話をして、こういう恋愛してきた人なんだとか、結構深い話までね、できたんだ。それもすごい良かったなって思ったの。でももしね、これからじゃあ付き合うってなった時も、遠距離になっちゃうから、なんかそれもちょっとさ、ハードルがあるよね。遠距離っていう。私あんまり遠距離を推薦してないんですよ。結構みんなにも言ってきたかなと思うけど、なんかもともと最初長く付き合ってて、その後に遠距離になるならいいんだけど、なんか最初から遠距離になるって、なんかお互いのことを知れないまま、なんか離れちゃう恋愛って難しい印象があるから、あんまりおすすめはしてないんですよね。この方とお付き合いする価値があるかないかってわからない状態で、お互いをやっぱりさ、付き合うってことは少なからず少しはさ、縛り合うわけだから、なんかそのね、お付き合いする価値が
最初のさ、知り合った段階でさ、分かればいいけど分かんないわけじゃん。だからね、私はあんまりこう最初から遠距離っていうのをおすすめしてないんですよね。豆乳でも、なんか、いわゆるさ、ドキドキとか、ときめきとか、そういうのはね、もうぶっちゃけないんですけど、この方ともし結婚したら、なんかいい家庭ができそうだなっていうのは感じた。すごいね、男性としては優しさもあるし、あと真面目で、なんか浮気もしなさそうだし、なんかそういう面ではすごく結婚に向いてる方だなって思ったの。いわゆるさ、なんか、イケメンでかっこよくて、スタイルも良くて、おしゃれで、仕事もバリバリイエーイっていう方もすごい素敵だと思うんだけど、結婚ってなるとさ、やっぱそういう方と付き合って、じゃあ、第三者が現れないかとかさ、いろんなさ、やっぱり不安もあると思うんだよね。もちろんさ、それってイケメンじゃなくても第三者は現れる場合はあるんだけれども、今回の方は、その自分のメンタル的にいろんな面で安心できて、一緒に過ごせるなって思った方でした。まあ今後どうなるかわかんないけどね、もう遠距離だし。あと、服装多分みんなそれ一番気にしてたと思うのね。今日は全然ピカチュウのジャケットを着てなかったです。なんか逆に、私で見てこれ、私これで行ったのね。このほんとなんかシンプルだけどカジュアルみたいな。もう本当に、おしゃれも全然してなくて、ほんとシンプルな格好で行ったんですけど、彼はシャツに普通になんか T シャツで、スラックスみたいなパンツにスニーカーでリュックみたいな感じで来て、ほんと普通の、なんかもうほんと普通っていう格好でいらっしゃってて。なんで逆に1回目のデートでピカチュウのジャケットを着てこようと思ったのって感じ。普通逆じゃないみたいな。1回目ご両親と初めましての時に高級レストラン行くんだから、その時に普通はちゃんとしたさ、無地のなんか服を着ていくでしょ。なんでよりによってその1回目の時になんかピカチュウが小から大までついてるジャケットを着てきたのみたいな。もう、って感じでしょ。逆にさ、1回目がそれでインパクトあって、逆になんならマイナスになってるのに、イメージが。で、逆に2回目でまともなんかいみたいな。いや、本当にね、だから、1回目で、もうこの人ちょっとやばいやつだと思って判別しない方がいいかもしれないね。みんなにおすすめ。1回目でこの人ダメだと思っても、せめて3回までチャンスあげてもいいかもしれない。もしかしたら2回目でイメージが上がるかもしれないし、2回目が微妙だったとしても3回目でなんかちょっとまたね、違った一面が見れて、イメージがアップするかもしれないから、せめて3回までチャンスあげてほしい。私の今回の経験なんだけど、シンプルで、全然普通に一緒に歩いてても、おかしくないような格好。ピカチュウのジャケットがおかしいってわけじゃないけど、そうそうそう。って感じかな。そう、どこまで話したんだっけ。さっき充電切れちゃった。ちょっとさっき何話そうかなと思ってまとめてたんですけど、みんなも見ての通り、もう、その恋愛がしたいっていうよりかは、もう結婚を前提にお付き合いをしたい人を探してるんですね。だから、こう、ドキドキだったりとか、なんかそういうのが欲しいっていう段階じゃないのね。結構私の今の段階ってなんか一緒にいて楽な人だったりとか、落ち着く人だったりとか、そういうものを今の私は求めているから、あんまりこうなんか逆になんかドキドキする男性の方が多分一緒にいて疲れちゃうから、恋愛対象から外れちゃうかもしれない。なんか疲れちゃうから、じゃあもうなんかドキドキするだけでいいやみたいな。
そのドキドキを楽しむ段階であえてもしかしたら止めちゃうかもしれない。もちろん結婚って好きっていう心も大事だと思うんだけど、どっちかっていうとこう一緒にさ、人生を良くしていこうだったりとか、一緒にこう頑張っていこうっていう人生のパートナーを探すんじゃないかなって私的には思ってて、愛がなさすぎてもダメだし、でも愛しすぎてもなんかダメな気がするのね。だからバランスが難しいなと思ってて、ここまで聞くとさ、みたいな、脈ありやゆみちゃんみたいな感じでしょ。恋愛と結婚って違うって言われてると思うんだけど、私の見ての通り本当に違うんですよ。違うなって私は思ってる。また会いたいかって聞かれたら、全然会えると思う。なんか一緒に、じゃあ次はそうだな、東京だったらどこだろう。動物園に行ったりとか、普通に映画館とかも全然行きたいと思ったし、これってさ、すごくいい兆しだよね。1回目の時の第一印象と全然違いすぎて、自分でびっくりしてる、すごく。なんだかんだまだ2回しか会ってないし、前回よりは彼のこと知れたけど、でもまだまだ、もうちょっと会わないとわからない部分もあると思うんだよね。本当に今日会ってよかったなと思いました。私ぐらいの年代になってくると多分待ってるだけじゃもう出会いがなくなってくるんですね。周りもみんな結婚しちゃってるし、あと多分仕事とかでもさ、それぐらいのこう役職がついたりとか責任を持ったポジションについてる方とかも年齢的にこう増えてくるから、そうなるとさ、やっぱ気軽にね、20代前半の頃みたいに遊びに行ったりオールしたり、休みの日はクラブに行ったりとか、なんかそういうのがだんだん減ってくる年でもあると思うから、そうなるとね、出会いが本当にガクンって減るのね。そうだから自分から出会いを求めに行かないと、本当に自然に過ごしてたら、本当に近所のおじちゃんにしか出会わないんですね。八百屋さんでいつも会うおじちゃんとか、スーパーでいつもね、豆腐を買ってるおじちゃんとか、そういう方しか出会いがもうないので、今回はお母さんがきっかけで出会った方ですけど、またね、なんか機会があったら自分からちょっと出会いの場に足を運んでいきたいなって思ってます。今年はね、ちょっとそういう活動をたくさんしていきたいと思うから、またみんなに報告するね。そうだ、今日のデート服をちょっとみんなに紹介したいなと思います。もちろん1回目みたいにああいう素敵なレストランとか行くときはちゃんとした服を着るんですけれども、基本的には男性とデートするときはあんまりおしゃれをしないんです。なんでって感じでしょ。わざとあんまりおしゃれをしないんですね。今日のデートコーディネートです。本当にね、シンプルな格好でしょ。バッグもこのルイ・ヴィトンの本当にカジュアルなバッグに、パンツもこのツルツルしたサテンのものに、スニーカーはニューバランスのもので行きました。もう本当カジュアルじゃない？色気も何にもないこういうシンプルな格好で行ったの。この格好で行ったのはなんでかっていうと、着飾ってない私をあえて最初から見せることによって、それでも私のことを好きでいてくれるのかとか、それでも私とまた会いたいと思ってくれるのかとか、そういうのを見てます。実は見てるの、私。なんかこういう着飾ってない女の子でも普通に接してくれるのかなとかさ、やっぱりセクシーな格好をしたりとか、本当になんかおしゃれなトレンドだったりとか、もう超素敵なジュエリーとか、そういうのを持たないと相手にしてくれないのかなとか、やっぱそういうので結構人柄ってわかると思うんですね。だから私はあえて
シンプルで女を出さない、本当に自分が一番楽だなと思う格好でデートの時はあえていきます。で、だんだん、あ、この人いいな、素敵だなと思ったら、だんだんこう、おしゃれな一面を見せたり、もちろん素敵なドレスを着たりする日もあるし、なんかそういうのをどんどん出していくっていうか、頑張りすぎてる自分が好きって思われると逆にストレスになっちゃうから、あんまりこう頑張りすぎてる時の自分を好きになってほしくないんですよね、相手に。もちろん頑張ってるあゆみちゃんが好きだけど、シンプルでジャージ姿でいるあゆみちゃんも大好きっていう人と一緒にお付き合いしたいなって思ってます。ということで、私の最近の恋愛事情でした。最後まで見てくれてありがとう。イエーイ。